皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今日は、日曜日なので本来は会社はお休みなんですけれども、今会社の方に来ております。というのも10月12日に契約をしたキャンピングカーの納車日だからです。本来、自宅の方に運んでもらうのが普通なんですが、自宅の駐車場ですと、説明を受ける十分な広さがないので会社の方に運んでもらうことにしました。キャンピングカーは、東和モータースさんの、カービィという車 RWB という後ろに、ベッドが常設されているタイプのものに、決めました。そちらを埼玉の本庄店から運んでいただくということで、多少の時間が、かかりますので、2時前後という形で、納車なんですが、まだまだ、今全然前ですけれども待ちきれなくて、会社の方に来ているところです。もうこれだけです。あとはキーレスちょっと分けてしまってますけれども、集中ドアロックとキーレスに関しては後ろのエントランスドアも連動してますので、今この状態は開いてます。例えばキーレスで閉じていただいた場合はもう閉まってしまいます。これはちょっとあまりメーカーさんにはない、キャンピングメーカーでは珍しいと思います。気をつけなきゃいけないのが閉めてしまって、鍵がなかったということにならないように連動ですね。で、アンドアの場合やっぱり効かないので、たまにですねこのぐらいのやつで閉じてて開いちゃうよって、こういう状態です。これよくあるのでしっかり押し込んでください。そういうことですね。しっかりと入ってないといけないということです。それがなくてもこれは開きます。これで開きます。はい、手動で、はい、開けられます。で、まず端からいくとバッテリーキーですね。正直これ分けてますけど、バッテリーキーはくっつけとかなくてもちょっと分かりにくいので、あんまり開けることないですから、分けといていいかも。バッテリーキーっていつ開けるの？バッテリーが上がった時ぐらい。上がらなければいいの？そうですね。これはメインバッテリーになります。車のバッテリーですね。はい。上がっちゃうことってあるの？あるよ。なんかつけっぱなしにしたりとか。キャンピングカーで多いのは、乗らないって。2、3ヶ月乗らないで上がっちゃうっていうのがよくあります。なるほど、大丈夫なんだ。はい、ちょいちょい乗ってもらえればまず上がることはないとは思います。基本中で説明しますけど、エンジン切りました、切った状態だとメインバッテリーと後ろのサブバッテリーが切断しているので、後ろで電気使ったとしてもここには影響ないんですね。ただエンジンオンの場合っていうのは両方とも充電のために並列でつないでいるので、後ろいっぱい使っちゃうってことはないとは思うんですけど、あったとしても、10.5 ボルト以下になると、ちょっと警告が鳴り始めるので、そうすると充電してくださいねと、エンジンかかっていればまずなることは少ないですね。で、ちょっとエントランスドア、これで開きます。エントランスドアはここで固定していただきます。ここ刺しただけ？はい。それだけです。ついでにこのお話をすると、シャッターで、ゴミ箱というか傘立てというか、これよくこれですね、こういうふうに開くんですけど、これがよくフレームが折れてしまうことがあるので、はい、気をつけてください。ロックがちゃんとされてないとバチャーンって閉めた時に動いちゃったりとかして折れたりします。これはリペアでも出ますので、はい、でこれが外れた状態、もしくはここの下駄箱、こ
収納が開いた状態だとここに若干当たるので、はい、これ気をつけてください。このままお話しするとライブコードがあります。この車はソーラーパネルつけましたので、充電は3系統。充電といってもサブバッテリーの充電は3系統です。基本的にはソーラーパネルの充電、これが今現時点で充電されてるのはそうなんで、ちょっと日陰ですけど多少は充電されてる。あとはエンジンかけている状態だと、エンジンのダイナモの方から充電と、こっちが優先ですね、ソーラーより。で次に、バッテリーの充電器、これをこのお尻の部分は家庭用のコンセントなので、はい、そのまま、はい、でこれは溝があります。はい、はい、なのでもう入るようにしか入らないので、よいしょ、でこれを入れてもらえれば中に100ボルトが上がります。そうすると止まってても電気使っても全然問題ない。そうですね。なので、ね、はい、現時点では、基本中のものは12ボルトで全部動きます。100ボルトのものもあるんですけど、100ボルトは切り替えになってます。はい。で、100ボルトで動くものは、電子レンジと家庭用エアコンですね。で、家庭用エアコンはインバーターを入れれば今バッテリーAC12 ボルトから AC100 ボルトの変化になってます。これを挿してもらえれば直接上がってるのでバッテリーを食うことはないと。はい、なので、よく道の駅とかで電源付きサイトをご利用になられるということだったので、それであればこれ入れてればバッテリーが減ることはないです、はい、直通でそのまま使えるので、それこそ元の電源さえ来てればエアコンもずっと動くという感じですね。RV パークはフルバッテリーを申し込まなきゃいけないですね。あ、お申し込み書のご案内忘れてました。これ基本的には構造を見ていただくとパッキンになっているので、これがただ回転してるだけなんですね。なので状況によってはここが開けてなかったら固着しちゃったりとか、ゴムが、はい、でこういうふうにちょっとなんて言うんだろう、テンションかかってるので、開けていただくときに少しコツがあって、ただ回すだけじゃなくて、ちょっと押して、必ず押して回してください。外すときも押して回してください。じゃないとちょっと辛いんですね、場所によって。ここちょっと辛いかな。押して開ける。これがバゲッジドアの基本です。みんなそういうふうに言ってるね。開けないといけない。強引にやるとこれがゴムが切れたりとか、キーが曲がっちゃったりとか折れちゃったりとかします。で、開けたついでなのでお話しすると、ここに車載工具が入っています。はい。で、ジャッキですね。あっちが工具が入ってますね。はい。で、スペアタイヤを下ろすような工具もこの中に入ってます。詳しくはボンゴトラックの説明書があるので、それ見ていただいて。で、ここのものはこういうプラスチックのものはバゲッジを開けて固定するためです。みんなついてるんですけど、はい、これ開けた時にこうパチンと、でここをちょっと開けますね。これも押して開けます。押して開けます。ちょっとテストのために水を入れてきました。はい、必ず使った後、変えられた後は、大事なことは2つあって、水をちゃんと捨てるっていうこと。はい、給排水量法。はい、結構ぬめりが出てしまったりとか、やっぱりそれを口に含んだりするの気持ち悪いので、皆さんちゃんと捨てていただいて、一応これはポリタンク両方とも漂白してきてますので、はい、とりあえずは大丈夫です。で、あとスペアタイヤのもう一つ棒ですね。棒があそこにある。クランク棒、あれはしまえないの、こっちにはしょいがね。あれとこの中にこう回すやつが入ってたりとかします。で、今回お作りしたのがこれです。はい、ちょっと、苦労しましたね。結構大きい。で、
そのままでキーは開けると当たっちゃいます。ちょっと苦労した。はい。なのでエアコンをお使いいただくときはバゲッジを開けてください。で、こっちは排出になります。吸気の場合はこっちから実は広げます。これがちょっと奥様とお話しして製品版がちょっと不具合出てたので、下を開けると分かる。下の収納庫が広いんですね。なので実際にこの箱がここまであります。製品版ここまで来てて全然こっちの空気口がなかったので、実際にはこっちから排出するだけでオーバーヒートを起こしちゃう。で実際にはここ今メッシュになってまして、で後ろから見ると小箱があるんですね。で向こうから見るとここにメッシュがあったんですけど、この下にまたさらに網があって空気を吸い込むようになってます。吸い込んで排出する。この下からね。はい。でここのちょうど箱と収納の箱と、バンパーの隙間の床のところに当ててます。ただ今度泥跳ね、水がただメッシュだとこう入ってしまうかもしれないので、整流板みたいな一回板を入れてます。これちょっと覗き込まないと分かんないんですけど、はい、金属板でここともっと上の床の部分に隙間が空いてるので、なので、床があった床面はメッシュになってます。でこの金属板があるのこのサイドからこう空気が入るようにしてるので。入るの空気。入るの。これがないと水の羽が全部箱に売っちゃうので。でこれがエアコンの水羽です。これでしょ。そうですね。はい。でこれがエアコンの、水ですね。水を垂らすところね。じゃあここキャップしなきゃダメなんだね。はい。でこれも製品版はエアコンがついててエアコンが若干斜めになってて、水の排出、エアコンって室内機ですね、水の排出両方ともできるようになってるんですけど、片側しか取ってなかったんですけど、今回この施工は両方から出して、合わせてこっちから出してますんで、車がこう斜めになってても片方から排水してないと向こうから水出てきちゃうんですけど、両方から水流れるようになってるので、そのあたりも対策される。じゃあ多少傾けても大丈夫です。そうね、平らなとこばっかじゃないからね。結構あるんですね。結構うちのボーンとかでも、はい、皆さん水平でも結局水平にしないと寝づらいんで、レベライザーってよく展示会とかでも黄色いブロックのとかグレーとかね、あれ買われてるっていうのは水平にしないと結局寝にくいんです。こうちょっと寝たらこうなってるなとかこうなってるなとかっていうので、皆さん車に水平器って現場でね使うようなの、はい、あれを置いて水平取るようにして車止めたりとか。そうなんだ。あんまりそんなこと考えたことないね。ちょっとこの造作が工場と私とやり取りして結構時間かかった。これが時間かかったんだね。でこれ自体もこの箱自体も平らじゃないです。少し斜めにしてあってこの車が平らなのであればこう水が入った時にちゃんとここが排水するようにちょっと傾斜を、これ平らだと水残っちゃうじゃないですか、なので、はい、若干斜めに作って。でここの白い中は防水なの。はい。すごいね。そうこの穴がほら正規版のやつこうやってなんかメッシュみたいになってるのね。空気そうですね。できなくはないんですけどね、ルーバーをこの中に埋め込んで、加工してしまえば、ただやっぱり本当はこのぐらい開けてあげないと排出が使うときは開ければいいよね。忘れないようにしないと使う。はい、ここがですね給油口になります。給油口はエンジン機で、トラックと一緒ですね。はい、ただ給油管が見ていただいてこうやって入らないんで、斜めにこう入れて、でオートじゃダメですね。握ってないとダメです。はい、結構斜めに入れてグーっていう感じで。これってスタンドで入れてもらえないんだ。入れてもらえますよ。やってくれるの？大丈夫です。横にやってくれるの？言わなくても。彼らプロなんでなんとか入れますよ。こぼさないでねって言って。それで木をあれしてそこ。はい、差し込んで。じゃあ木は別にしとかなきゃダメなんだ。そうです。そのまま渡してしまうか、はい。キー別にして給油用に。
で、まあ落ちないようになって、これって何リッターぐらい入るの？カタログ値いくつだっけな、この間40何ちょっと入ったんで、45リッターぐらいだと思うんですけど、でちょっと見えると思うんですけど、これが FF ヒーターの、排気ですね、排気マフラー。これがサイレンサー。銀色の？はい、銀色のステンレスなので、まあ、全く錆びないわけじゃないです。錆びには強いです。これで？はい、結構熱くなります。一応ここにステッカーポーション入ってありますけれども、この外は熱いですよと。でよくある FF ヒーターのトラブル、動かなくなるっていうトラブルは、一番多いのは電圧低下、バッテリーが低い、それは残量計見てください。でもう一つは燃料があんまり入ってない。仕組みとしては燃料タンクがあって、本来のガソリン、エンジンに行く給油ポンプがあってガソリンを吸い込んでるわけですね。で別に穴を開けてストローみたいな形で FF ヒーター用にまたポンプを一つ入れてます。なのでそのストローみたいなのが下につかない、ちょっと浮かしてるんですけど、じゃないと下に取っちゃうとエンプティまで全部使っちゃうので少し開けてます。なのでもうエンプティがついてる状況だと FF がつかないという状況がありますね。このストローから下に行っちゃうので。FF ヒーターって一晩つけてどのぐらいいるもの？だいたい最大燃焼してもよく言うのは2、3リッターとかの言い方しますね。まあシリンダーだけでもしてるのでそんなには減らないです。でもう一つのトラブルは、ここが塞がってる。これは何？さっきの排気のマフラーですね。要は排気できなくなっちゃうので中に熱が回ってオーバーヒートを起こす。熱がこもる。ここ塞がるってどういうこと？泥がくっついてしまうとか、はい、積雪がいっぱいすぎて雪が入っちゃうとか、そういうこと。はい、ここはある程度溶けてくんですけど、雪ってここからこう積もっててドサッと起きてて、この周りが全部変な人がいるみたいなるほどはい、周りがこうなんていうんだろう、塀みたいになってしまって、こうどんどん雪積もってしまうと中の酸素がどんどん減ってしまうので、そうすると酸欠になって止まっちゃう。中の人が酸欠になるようなことはないです。FF ヒーターを使ってても、それは例えば夜中寝てたら一酸化酸素中毒になるってことはない？ないですね。酸素濃度もちゃんと見てるので、はい、で意外とこの辺りがちゃんとしてるので、例えば排気温風出すところあるんですけど、もしくは空気をもらうところあるんですけど、そこが荷物で塞がってるとか、排出できないってなるとやっぱ熱が逃げないんで止まります。止まっちゃうのね。はい、よくあるのはさっき言った電圧低下ですね。まずやっぱりいっぱいバッテリーが良くない、低いっていうのでよくトラブルが。それはサブバッテリーの？サブバッテリーですね。でこれをやってたからといって先ほど言ったように今エンジン切ってますから、サブバッテリーとメインバッテリーは切断してあるので、サブが減るだけで車のエンジンバッテリーは減らない。そのバッテリーを数値を見とかなきゃダメなんですか？そうですね。一応外装はこんな。サイドオーニングのご説明。そうだそうだ。行った時開けなかった。こういうなんかなんだ。すごいね。で大丈夫は大丈夫なんです。基本回すだけです。このまま最大までやっちゃいますね。でここのパンタグラフアームがまっすぐにはまっすぐまでしちゃうと生地がこうたわんでしまうので、まあ基本このぐらいですね。まっすぐにしてたわむんですね。はい。なので少しテンションかかるぐらいにして、なるべく早めに足を出します。なので高さを合わせてこう引っ張るんですね。手前に、ここがスライドになって、ここがただ加え込んでるだけなんです。で一番これを引き出していってくる。で
でこれは例えば日差しがこっちで影にしたいとか、雨がこう入ってるんで平行だと両方流れないんで片方下げとくとか、まあお好みで。そうだな、はい初めてだからわかんないけど、そっか。そうすると流れるんだ。そうですね。でちょっと短くしますけど、全開、今のが全開なんですけど、全開だと難しいんですけど、もう一つ下に、まあこれ穴開いてるのはペグを打ったりとか重しを乗せるためなんですけど、ペグって何？杭ですね。はい、一応付属してます。これにもある？これもあります。よくキャンプとかで、これは車両側にも実は固定ができるようになってまして。そこなんだ。なんか画面で見たら分かんなかったけどね。それでこれなのであんまり長いとやっぱこう三角形の辺がよくうまく作れないので、ある程度の長さじゃないとこれはできないんですけど。それってここで固めるの？そうです。最後はそこでロックしていただかないとズリッとなっちゃう。ダメですね。で調整して、まあお店みたいな感じ。あとは展示会とかだとパーツショップが来てるので、ピアマのオーニング扱ってる業者さんいくつかありますから、ここの溝を使っていろんなアイテムがあります。ここにこうただのフックがつけられるようなこう耳みたいにいっぱい売ってるんですけど、それに例えばランタン垂らすとか。そういうのあるの。まあ信号があってただシュッシュッシュッって入れるんですけど、なのでそれはもう入れっぱなしで普段使ってて、キャンプの方に入れるんじゃなくて、もう入れっぱなしでも本来は中に入ってるとこの横からは抜けないので、後で収納した時に見ていたらここにカバーが来るんで抜けないんですね、走行して。なので入れっぱなしとか、それあるよね。あとはここに LED テープを入れるやつとか、いろんなのがありますね。あとテントをつけるとか。テントつける？ここに？はい。幕として。ただめちゃめちゃ重いですし、値段はいい値段しますね。はい。テントつける意味がわかんないけど。ここでこうなんかスクリーンテントっていうか、ご飯を。雨の日でも入れたいそうなのかな。まあ道の駅ではできないやつなのでね。もう今道の駅結構問題だからね。RV パークに行きましょう。で、ペグがこれがペグですね。純正品です。真ん中に刺してクッと乗せるように。すごいね。あれ、まあ、って土のところ？気をつけていただきゃいけない2点、このアームの高さでこれがすります。低いとよく忘れててガーってガンで、もう一つは風に弱いです。なのでペグがあるんですけど、オーニングトラブル年間何回かありますね。風で煽られて、もうこのジョイント軽量アルミなんですけど、このジョイントが悪くなって関節が悪くなってしまえないっていうか、煽られてこう風の強い部屋やめた方がいいね。もう風が出たらしまってください。あとは重しを置くとかちゃんと対策は、ね、これが歪んじゃうもんね。あとはここにこう紐つけてタイダウンするのがですね、タイダウンキットっていうのも売ってるんですよ。下に押さえるようなベルトも汎用品で売ってるんですけど、まあ普通にテントとかの紐でもいいですね。こういう針綱でそこもやってこっちもやってとか、要は特にこれが煽られない。これやっちゃうと、もう強引にでもしまって紐で縛ってとかやって戻ってきてもう交換になっちゃうので。 YouTube にもいたよね。オーニングトラブルは多いんですね。便利なんですけど、そうなると非常に高価なので、ちょっと試しによくしまってみてもらって、一番上まで行って、はい、
回転ですね。もっと上まで。いや、そこが一番上です。回転して、で、これですね。これをちゃんとこっちにしないとダメ。こっちじゃはまんない。こっちにして、はい。で、あ、この下です。はい、下に、上下です。そうです。で、パチンと。ああ。はい、これも。で、よくあるのはここのロックが解除になってる時があるんで、これちゃんと閉めてから最後閉まってください。そうですね。はい。これで大丈夫。大丈夫。閉まってます。で、最後閉まる。動きが悪くなってたら油さしてあげてください。でもすごい綺麗だね。前の人使わなかったのか使ってないです。な。ね。使ってないと。せっかくつけたのに。ごめんなさい、ここのスライドしまわなかったですね。でも大概抜けないですね。アクセサリー系。はい、一応外はこういう感じです。はい。ソーラーパネルはこの位置に取り付けられていました。外装編は以上になります。内装編は次回の動画でお伝えします。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価ボタン、コメント等いただけると励みになります。次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。